けてみて緊張すごいしたんですけど、そのステージに立ったら自分が一番って思うことが大事だなって思ったので、すごい気持ちがごちゃごちゃしてたんですけど、自分の中ではやりきれたなと思います。団体コレオでワークショップで教えていただいたんですけど、すごい振り付けが難しいのに、そのテンポに合わせて自分ができないのに対してしっかり合わせてきっちり細かいところまで指導してくださって、すごい勉強になりました。ダンスもボーカルも全て未経験の中で自分でスタジオ借りたりして練習してきました。アイドルのミヨンさんが3時で落ちた時に会社まで行って自分を入れて後悔させないっていうのを聞いて、それぐらい強いマインドで、事務所の練習生になってしっかりデビューできるように誰よりも努力して見ていてくださった審査員の方を驚かすような存在になりたいです。以前もこのハイビートプラネット参加させていただいて、今回もすごいたくさんの事務所を一気に受けられるすごい大きな機会だったので参加しようと思いました。インスタだったと思います。多分 K-POP 関連のなんかインスタをいっぱい見てるので、広告とかで流れてきました。基礎の動きとかもちゃんとじっくりやってくれて、すごい基礎が身につくなって思ったのと、あとコレオの時も丁寧にそのポイントまでちゃんと教えてくれたので、どこを気をつければいいのかっていうのをしっかり分かった上で練習できたので良かったなって思います。普段韓国語を勉強してたり、あと他のところで韓国人の先生のレッスン受けたりした経験があったので、レッスン中は理解できましたはい。やっぱり基礎とかそのダンスのコレオをするだけじゃなくて、どういうトレーニングを普段したらいいのかっていうのが今回分かったので、普段自分が練習する時もそれを生かしてできるなって思いました。自信持ってっていう言葉、多分単純な言葉なんですけど、やっぱりダンスとか自分でパフォーマンスする時に一番重要なことだなって改めて分かったので、すごい印象に残ってます。あんまり僕自体経験が浅いので、すごい得意なジャンルがあるってわけではないんですけど、割とポーズを取ったり体のラインをきれいに見せるところが得意なんじゃないかなって思います。今後は、アーティストとしてデビューして、音楽がすごい好きだから、それを生かしていろんな人にいろんな人を勇気づけられるような、そんな人になりたいです。緊張したんですけど、自分の一番の全力を出せて嬉しかったし、良かったです。12歳です。はい、あります。ボーカルを半年やっていて、ダンスを3年半ぐらいやってます。みんなで団体レッスンの時にストレッチダウンアップのところでみんなでチームでやったんですけど、その時に初対面な人ばっかなんですけど、私が分からなかったところとかをチームで教え合ったのが印象に残って嬉しかったです。入って自己紹介して踊って終わりました。ジミンさんの「ライ」っていう曲を披露しました。ずっとこの曲でオーディションをしてるんで3、4ヶ月ぐらいです。ダンスが4ヶ月でボーカルが2ヶ月です。
団体コレオです。初対面の人ばっかで先生がグループワークして仲深めてくれたり、みんなで一緒にダンスを覚えて最後撮影するっていうのが楽しかったですね。たくさんの会社の方々が来ててちょっとやっぱ緊張はしたんですけど、スタッフの皆さんとかがすごい励ましてその前に励ましてくださったので気楽に受けることができました。はい、ルセラフィムさんのアンティフラジェールを踊りました。結構初めの方に振りは覚えたんですけど、このオーディションのためにちょっともう一回一から細かく1ヶ月ぐらい基礎に戻って練習しました。団体レッスンの方はすごいダンスのワークショップみたいな感じで結構コレオだったので、そっちもすごいあんまないような雰囲気とメンバー楽しかったんですけど、そのダンスのレッスンの時にやっぱ自分のマンツーマンで先生がアドバイスしてくださったので、その今日に向けてやることができたのですごい良かったです。なんかそのコレオのレッスンの時に初め多分1時間半ぐらいずっと基礎練ダウンとアップの基礎練をしたんですけど、その時にもう染み込むまでやった理由は、それをもし人に教えるってなった時にちゃんとできるように応用できるようにだよっていうのを言ってくださって、すごい基礎やっぱり大事だなって身に染みて感じました。